今日は2026年9月3日から適用されるスノの新利用規約などについて解説するよ。このチャンネルは音楽以外の動画は基本的に作らない方針にしている。ただ今回の規約改定に伴う変更は非常に重要だから特例で動画を作るよ。今日の動画は音楽は視聴しないので、この話に興味のない人はスルーしてね。まずは最も重要な変更点であるダウンロード制限の話からしていこうか。9月3日からスノで生成した曲は自由にダウンロードができなくなるよ。プロは月に20回、プレミアは月に60回。これ以上の曲はダウンロードできなくなる。このダウンロード回数の制限は人によっては致命的になる変更点だね。過去の動画でも話したことがあるけど、私のチャンネルにとっては大打撃だよ。私は動画1本につき20曲くらいはスノの曲を紹介することになるので、今後はプレミアプランに入っていても1ヶ月に3本しかスノの動画を作れない。一方でそんなに困らない人もいるかな。反応がかなり両極端になりそうな変更。スタジオを使う人はダウンロードは制限されないとも説明があるけど、実際にどんな仕様になるのかはこの文章だけだとよくわからないね。スタジオで生成したデータについては制限の対象外になるって感じかな。ちなみにダウンロード制限に達しても課金をすればダウンロードはできる。具体的な金額はまだわからないけど、課金するなら従来通りに使えるね。これは今後のチャンネルの方向性を大きく変える大切な仕様になるので、9月3日に実装されたら速やかにどんな動作になるのかを検証するね。結果次第では今後はスノの動画をほぼ作れなくなる可能性もあるよ。ちなみに過去に作成した曲についても9月3日以降は制限の対象になるよ。過去の曲はできる限り9月3日以前にダウンロードしておいた方がいいね。話ばかりが続くと疲れちゃうから、ここでちょっとジングルを挟もうか。ダウンロードしたいよ、ダウンロードさせてよ。次の話題は透かしと音響指紋について。スノは今後これを導入することになった。透かしは曲の中に人には聞こえない特殊な音を入れて識別する技術のこと。透かしにはいろいろな情報を入れられるよ。スノの新しい利用規約を読んでみると、正当にダウンロードされたかどうかやどのプランを使ったかの情報は入りそう。先ほどのダウンロード制限の話をした時に抜け道はありそうと考えた人も多いはず。例えばスノ上で再生した音楽を直接録音する方法が考えられるね。でもそのような不正な取得をしても透かしによってそれが分かってしまう。また無料ユーザーがダウンロードした曲を規約に反して商用利用しても透かしの情報で無料ユーザーの曲だと判別できて不正利用が明らかになる。音響指紋は透かしとはまた別の技術で YouTube のコンテンツ ID と同じ技術だね。今後スノで生成された曲はいろいろな情報がデータベース上で管理されることになる。このデータベースと照合させることで特定の曲がスノ製かどうか調べられるよ。透かしと違って音響指紋の方は多少の改変に強いのが特徴といえる。曲データを多少改変したくらいでは音響指紋では同じ曲として扱われるよ。透かしと音響指紋の技術を使うことでスノの曲は細かく識別できるようになる。だから規約などに反した使い方はできなくなると考えた方がいいね。それじゃまたジングルを挟もうか。次の話題が最後になるよ。不正利用は良くないよ。でもちょっとならダメ。最後はスノの新モデルについて。これは唯一の明るい話題になるね。スノの新モデルが近日実装されるという発表も同時に行われたよ。新モデルの前に規約を改定するというような説明をしているので、新モデルは9月3日以降になるのかな。まあ具体的な日時は現時点では不明だね。この新モデルは今までのモデルとは違い、正当に取得したデータで学習されたモデル。法律上のリスクが減った一方で、今までよりは学習データが少ないはず。この新モデルの性能がどうなるかでスノが今後どうなるかも決まるだろうね。ちなみに新モデルが導入されると同時に
既存のモデルは使えなくなってしまうよ。 V5.5 や V4.5 オールなどの既存のモデルで曲を生成することはできなくなる。新モデルの音楽の方向性が現在のスノと大きく違う可能性もあり得るわけで、現在のスノのような曲については今後は作れなくなる可能性もあるね。個人的には期待感の方が上回るけど、不安もある変更だとは言えるかな。ということで今回のスノの発表で分かった情報を簡単にまとめてみたよ。今回話した内容については一応根拠となる英語の原文もつけたけど、これは現時点での情報でしかないよ。今後変わる可能性もあるから注意してね。とりあえず9月3日のダウンロードの制限開始で状況は大きく動くと思う。それまではスノの動画は作らないね。フローミュージックとかで適当に遊んでおくよ。それじゃまたね。